今日は八つ目編みの編み方を解説します。八つ目編みはすごく難しいので、前編と後編の2本に分けて解説をしようと思っています。まず六つ目編みがどのようになっているかを理解しておく必要があるので、まずはこの編めた六つ目編みの模様を見ながら説明していきます。縦の丈と横の丈、斜め、縦横斜めにそれぞれ丈が入っています。で、よく見てみるとここには4つ目があります。縦横の丈で4つ目が作られています。ここが4つ目になっています。1,2,3,4,5,6,7,8 8本の丈で1,2,3,4,5,6,7,8 8角の八角形があります。八角形なので八つ目編みと言います。で、その周りには4つ目があります。で、その周りには斜めの丈が入っていて四角形にもなっています。八つ目、四角形、四角の形がいっぱい連なってこの八つ目ができています。そして横の丈はすべて2本飛びになっています。2本飛びというのはこの丈を見ると1本2本、この2本の上を通っています。上を通って次1,2本の下を通って1,2本の上を通ってずっと2本飛びです。その下のこの横の丈も2,2,2,2 2本飛びになっています。で、縦の丈も1,2 2本飛びになっています。2本上、2本下、2本上、2本下、ずっと2本飛びです。縦と横の丈はすべて2本飛びになっています。そして斜めの丈は1,2,3 本、3本上、1,2,3 3本下、3本上、3本下、3本飛びです。こっちの斜めもこっちの斜めもすべて3本飛びになっています。で、この3本飛び、斜めの竹ひごの3本飛びはこの Z のような N のようなこの形、全部この N みたいなこの形を飛び越えて3本になってます。八角形、四角形、四角形、縦と横は2本飛び、斜めは3本飛びで八角形の形ができています。では早速中心の一つを作ってみます。まず縦に2本並べます。そしたらまず右側の1本を拾って横に1本入れます。次に左の1本を拾ってここに4つ目を1つ作ります。これはこっち回り、丈が下から上下から上って出てるので
これを右あやと言います。今回は右あやで作っていきます。ここに四角形ができたら、さっきの四角形の周りのこの正方形っていうのは四角形のこの角、四角形のこの4つの角の隙間に入れている感じになります。ちょっと分かりにくいと思うんですけど、四角形の4つの角の隙間に斜めの竹を入れたいので、この2本を拾って斜めにします。ここの隙間に挟みました。そうしたら次はここに竹を入れたいです。ここの角の隙間に入れたいので、この1、2、あとはこれ3本、4つ目の周りに斜めの竹が2本入りました。そしたら次はこのレ、カタカナのレのような形、この2本を拾います。ここにまた新しい4つ目を今作っています。そしたら次にこの竹とこの竹を拾います。ここに4つ目ができて、4つ目の周りの四角形は4つ目の4つ角の隙間に挟まってます。最初の1個目は法則を考えるよりももう覚えてしまってください。でそうしたら次に3本拾います。3本拾って斜めに入れて、次はこの123本123本とこの1212345拾います。なんでこの12312なのかというと、先ほど説明した斜めの竹は3本飛びなので、123本分下行ったら123本分上を通って12、まだ足りないですけど3本333といくので、この3本は押さえます。12345を拾いました。そしたら次にこの竹とこの竹とこの竹とこの竹、このカタカナのレのような2本を拾います。縦の竹は2本飛びなので、このレの2本2222本飛びで縦に1本入れました。あともう1本です。次はこの竹とこの竹とこの竹を拾います。でそうしたら
最後は組み替えが必要です。まずこの斜めの竹を見ていくと、123本下を通って123本上を通っているので、この2本の下に行きます。ここを組み替えます。次にこの竹を見ると3本上を行って123本分下を通って上に行くので、ここから出します。ここを組み替えます。最初のこの1つ目は法則性がなくて編むのが一番難しいところです。なのでこの編み方はもう覚えてしまってください。中心が編めたら次は周りに竹を増やして大きくしていきます。この周りの編み方は次の動画で解説していこうと思います。ちょっと難易度の高い難しい編み方なんですけど、こういう四角いカゴが作れて面白い編み方なので、また次回よかったら見てみてください。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。